はい、今日は、リックラックを使ったこちらのリボンレイを作っていきたいと思います。これ1本で見るとすごくシンプルに見えると思うんですけれども、身につけてみると意外と存在感があります。あと最後にですね、これがさらにゴージャスになる方法をご案内しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。では作っていきます。前回の、このイリマのリボンレイの時はこのリックラックの上側を縫っていったわけなんですけれども、今回は上下っていう風に縫っていきます。この山のところですね、山のところを山の真ん中っていうんですかね、山の真ん中、頂点っていうんですかねに針を刺して、今度下から下の山のところに針を刺します。でまた上下、並縫いですね。ちょっとこれね見づらいんですけども、この要するにこの山の上の山、下の山、上の山、下の山っていう風に並縫いしていきます。これ多分続けて縫おうとするとこうやって縫いにくいので、1回2回やったらもう針から落としてしまった方がやりやすいですね。で気をつけることは今表側を縫ってるのか裏を縫っているのか時々わからなくなるので、そこをね気をつけてください。でこんな感じになります。このね、例えば今下からこう上に糸が出てるんですけれども、これを忘れちゃってまた下から縫ってしまうみたいなことに時々なるので、今糸どっちに出てるのかなっていうのをこう確認しながらやると絡まりましたっていうことにならなくて済みます。でこのままこう下ろすと普通にこんな感じになるので、これはちょっとくるくると直してあげて、よいしょ、直してあげるとこんな感じに、整列します。はい、のでしばらくちょっとやってみてください。はい、途中までやるとこんな感じになりますね。で、このままテーブルの上でこうやっていくとおそらくやりづらいと思いますので、こう垂らすんですね。椅子に座ってやるのが一番いいと思います。で上の山下の山で2つ刺したらもう抜いてしまいます。そうするとくるっとこうやってなるので、ちょっとね私今普通に座ってますけども、椅子に座って垂らしてやるのが一番やりやすいんじゃないかなと思います。ちょっとねのでいろいろやり方をちょっと試してみて自分でね一番やりやすい、
やり方で、続けていってください。はい、それで、最後まで縫えたので、最後ね、ここカットしてほつれ止めをします。でこの螺旋状にこうなってると思うんですけれども、これは螺旋のままでも全然いいし、これ整えてちょっと螺旋の目を少し揃えるとか、ここはちょっとお好きにしていただいていいんですけれども、リックラックのこの山ありますよね。この山がこれ均等にねなってなかったりするんですよ。大きい山のところとちっちゃい山のところがあったりとかする場合があるので、この少しねデコボコしちゃうんですね。これはしょうがないのでそのままにするしかないですね。こんな感じで揃えていってあげてもいいし、もう全然ランダムにしといてもいいと思います。少しね、私は少し螺旋の目を揃えてみました。こんな感じで始めと終わりを結ぶんですけれども、出だしもここちょっと大きいのでちょっと切りますね。でこれ普通だとこうやって結ぶんですけれども、今回全然これ普通にこうやって結んで使いますね。で例えばなんですけれども、前の動画に上がってるこちらのイリマとかパイナップルがあるんですね。はい、これが、同じ色のリックラックを使っていますので、これをどうするかというと、例えばなんですけれども、ちょっとパイナップルちょっと溶けてみますね。でこれをどうするかというと、こう巻いてみる、こんな感じにすることもできます。こっち向けた方がいいかな。こんな感じに、することもできます。だいぶこれだけでゴージャスですよね。でこれ2本だけでも全然とてもゴージャスなのでいいと思います。で例えば3連にするっていう時はこれも付け加えてあげるととっても豪華な例になりますね。なのでこういう、作り方もあるので、ぜひねいろいろ試してみてください。